エイリアン。すいません、ありがとうございます。さて今日は皆さん3日目ということで、漁の解禁日です。で、昨日亀の手たちをね食べたおかげで、ちょっとね元気にはなりましたけど、依然空腹です。で、これ今ね直してるのはサバイバル初日、ここの岸壁につけるときにねちょっと前をぶつけちゃって破損しちゃった部分ですね。全然届かんやん。これボルト届かないっすね。っていうのもね、このシャフトがねちょっとあの先でくの字にほんのちょっとですけど曲がっちゃってるんですよ。なのでこれ届かないということで、針金持ってきたので、修理といいますか応急処置しときたいと思います。よし、もうねこれはそんなにね大事な部分ではないので、これで OK とします。落ちんかったらいいでしょう。またゆくゆくフラ大工さん、鉄工所ですねが来た時にでも直してもらったらいいでしょう。 OK で、もう一箇所ね直したいんですけれども、こっちが大問題だったりもします。それをこれから直していきます。このネットローラーの一番外側、手すりの部分ですね、これ全部ぐるっとね一周あるんですけれども、これがね外れちゃいました。で、いつ外れちゃったかというと、漁の最中で結構ね高速回転で回るんですよ。で、特にね外側なんかすごいスピードで回ってます。そのね高速回転している時にこれが吹っ飛びました。でね、どこに吹っ飛んだかと言いますと、はい、あれがね破損した部分なんですけれども、このローラーの上側、ここ穴開いてるの分かりますかね。これはね薄い FRP なんですけれども、実際はですねこのように、もう1本あったんですけれども、2本ここに突き刺さってました。で、これから漁に行く前にですね、ここの部分を応急処置しておきます。で、ここをですねまたステンレスなりでね元あったように補強してもらおうとですね、島にあるね鉄工所に依頼したんですけれども、答えはねちょっと待ってくれやって言われて、そこからもう2週間ぐらい経ってますはい。で、今回はねこれ吹っ飛びましたけど、上で良かったんですよね。私もですねこのワイヤーを出している時にこのように覗く時多々ありますから、その時にもしね顔面なんかにね、特に目とかですよねに吹っ飛んできたら、間違いなく失明でしょうね。こういったことからも本当に漁がね危険だっていうことが、いつねトラブルが起きてもおかしくないっていうことがねお分かりになると思います。で、この2つのパーツをなくなったところにあてがったんですけれども、これ1つ分足りないんですよ。で、船のですねどこ探してもありません。ということはですね、ここからここの間で吹き飛んでいって、海に落ちたんだとは思いますけれども、なんせここの間を、高速でですね抜けていったということですね。ということで修理というか応急処置ですね終わりました。これでとりあえずはこの一番危険なね角張ったところに、手を置くことはないでしょう。ここにはね特別注意を払いながら今日以降の漁をしたいと思います。さあ、そしたらちょっと曇りがちでめっちゃ寒かったんですけれども、日も昇ってきたことですし、ここでね最後の力振り絞って漁しますか。行きますか。久々の出港ですね。で、この港の間狭いんで気をつけながらバックしていきたいと思います。ちょうどね今満潮ということもあって出やすかったですね。 OK。 さあ、それではねこれから漁をするんですけれども、今からこの漁具を放り込んでここから漁スタートというわけにはいきません。おそらく全国のこの底引き網漁一緒やと思うんですけれども、いくらですね許可を受けた場所とはいえ、この丘からはですね、数百メートルから数キロ離れなきゃいけないよっていうですね、法律ルールが定められてます。この島の場合は割と近くてもよくて、その距離は500メートルです。なのでせっかくなんでこのサバイバル生活できるだけね、この島の近くで育ったような魚を食べてサバイバルしたいと思いますので、500メートル600メートルほどでちょっと場所を探してみたいと思います。では場所まで移動します。
さて、船を走らせて10分ほどでしょうか。ごめんなさい。500メートル、600メートル以上離れちゃってますね。私が普段漁をしているような漁場とは少し離れとって、無人島近くはね、あんまりやったことがなかったんで、まあ簡単に言うとちょっとビビりました。まあこの漁はね、海底の魚を取る漁なんで、ちょっとね、海底の状況がわかんないということで、まあ少し離れたね、僕が漁をやったことあるような場所で、漁をやっていきたいと思います。まあでもね、私の知る限りできるだけ一番近いような漁場を選びました。ということで早速この網を放り込んで、さあ漕ぐ方向を定めて漁をやっていきたいと思います。まあ普段の漁では基本的に20分から25分ぐらい漕ぎます。ただですね、いくら私が今腹ペコな状態だとしても、まあ明日サバイバル生活終わります。2日間で食べきれる量以上の魚が20分25分漕いだら上がってくるので、まあその時点でですね、このサバイバル企画が変わってしまいます。大食い企画になっちゃいます。まあそういうことを避けたいので、どうしよう、10分ぐらいにしましょうか。で、漕ぐ時間がね、短ければ短いほど魚の生きがいいです。ということでね、まあできるだけ生きのいい状態の魚を食べれるということですね。そういうメリットもあります。まあ魚を冷やして保管するような氷ももちろん持ってきてませんしね。ということで早速漁をやっていきたいと思います。ちょっと空腹でね、たまに頭がぼーっとするんですけれども、マジで集中してやっていきます。お楽しみください。でこのね、ワイヤーを出していくときにネットローラーが高速回転しています。ちょっとね、まだ危険なので頭をのけた状態でね、やっていきます。さあ、だいたい10分漕いだんで上げていきます。クラッチ入れて、この紐引っ張るとローラーが回ります。さあこれで上がってきたんで、そしたらこの網と鉄の枠がついてる前側、ここにフック引っ掛けて紐を引っ張るとここを持ち上げます。よし、そしたらホールド、反対もホールド。よっしゃ。うわ、これひどいですね。途中でね、このワイヤーと船がしゃくられたような気がして、ちょっと怪しいなとは思ったんですけれども、こんな感じになっちゃってます。さあ、まあね、おそらくこれぐらいの小石を乗り上げたような、ところを漕ぎました。このサバイバル生活3日目にして、やっとね、食事にありつけるので、どういった魚がね、食べられるのか。皆さんもね、ぜひこの漁獲物、お楽しみになってください。余計腹が減ってきましたね。さあ、食事。さあ、上がってきました。いつもね、私の漁動画見てくださってる方はね、お気づきやと思いますけれども、いつもより、少ないですね。漕いだ時間がね、半分以下だから、こうやってね、漁獲物も少ないといった、そういった感じです。早速ですね、私の獲物を紹介していきます。よし。少ないですね、やっぱり。あと2日私がね、生き延びるのには十分な量です。よし、これでやっと食事にありつけます。まず、漁獲物見ていきましょうか。はい、まずね、ここに見えたのがキスですね、キス。これはね、ちっちゃいのでリリースします。リリースはここの穴にポイッとやります。で、これがね、メインのターゲットですね。シビラメ。これがちっちゃいサイズで、ここにでかいサイズがおる。これ結構特大レベルですね。じゃじゃーんと。これが私のサバイバル生活3日目および4日目の、メインの主食になりそうです。よし。で、ちゃちゃっとね、ここに水張ってるんで活かしていきます。やっぱね、シビラメは結構多いですね。オッケーオッケー。で、これがエソですね。エソ。商品価値もね、安いので、普段やったら逃がすんですけれども、今回はね、活かしておきます。で、あとはですね、こういったタコかな。こういうのもいます。これもちょっと活かしていきましょうか。あとはこれですね。ナシフグ。
これ絶対うまいぞ。これも活かしていきます。で、あとはね、食べれないんですけれども、こういう海毛虫だったり。で、これですね、めちゃくちゃ気持ち悪いですね。まあ確か海底にこのようにズボッと刺さってる状態ですね。まあ、海エラっていう生物です。あとはね、こういう天竺ダイっていうやつがいたり、あとはね、たまに取れるんですけれども、こういうエイリアンみたいなやつもいます。気持ち悪い。あと小魚類はもう全部一気にリリースしていきます。さあちょっと波もあって船が横揺れしてるんで先に、10分ほどかけて無人島に帰りたいと思います。よっしゃ。さあ無人島に帰ってきました。取れたのはですね、シタビラメがだいたい10匹ほどでしょうか。そしてエソ2匹とエイリアン1匹、ナシフグが2匹に、もう1匹ね、タコがどっか泳いでるんですけれども、ちっちゃいタコが1匹、そんなもんですね。さあそしたらもう早速ね、さばいていきます。でまず締めて、この背骨を断ち切ると締まります。そしたら鱗を落として、めちゃめちゃ新鮮やなこれ、贅沢で頭を落とします。皆さん、今私がですね、本当に心から欲しているものは何でしょう。水だったりビールだったり、そういった類のものではありません。今私はですね、フライパンと塩コショウ、これが欲しい。めっちゃ欲しい。もうフライパンで炒めるだけ、ムニエルでもいいんです。ちょっとね、ここ水洗いするのがめんどくさいんで、船のエンジンかけます。船のエンジンつけとったらね、この海水ポンプが使えるんで、ちょっとねエンジンはうるさいかもしれないんですけれども、許してください。早く食べたい。ちょっとね、今回は早く食べたいっていうのもありますし、刺身にしてね、食べようと思います。ただね、このシタビラメめちゃくちゃぬめりが多い魚なんで、果たしてね、成功するのかどうかわからないんですけれども、やってみたいと思います。もうこのヒレ落としちゃいます。これを3枚おろしと言いますか、こっから包丁を入れていきましょうか。いわゆる5枚おろしっていうやつですかね。ここに包丁を入れて、うわ、研げてないな、この包丁。確かヒラメとかカレイの刺身作るときはこうやってやると良かったような気がするんですけれども、でこのように開いていけば、うまそう。めっちゃ綺麗な白身魚。身めっちゃ綺麗ですよこれ。でシタビラメはね、この冬が旬なんでうまいと思います。でさっきね、今一番欲しいもの、塩コショウとフライパンって言いましたけれども、変わってきました。今ね、刺身醤油が一番欲しいですね。プリップリ、めっちゃうまそう。シタビラメの刺身、ちょっとね見てわかるように手にね油がついてます。それぐらいこの魚の身に油が乗ってるということですね。いただきます。味がついてるかな、ついてないやろな。美味しいんですよ。美味しいんですけど味がいるね。ちょっとね試しに海水で、いや美味しくないやろなこれ。いただきます。やっぱりですね、無人島生活楽しく過ごすには調味料がいります。調味料くっそ腹ペコの状態だったプラス、あとこのシタビラメの状態ですね、さっき取れたてで旬ということもあってね、全然ですね、その食べれるような状態ですね。ただですね、これ以上刺身を食べようとは僕は思わないですね。これだったら昨日食べたカメノテでしたっけ、あれを食べる方がそうですね、5倍ぐらいはうまいです。あれはうまかった。ですけどせっかく取った魚なんでね、できるだけ美味しく食べたいんで、炊くか干すかやってみたいと思います。炊くのは刺身と一緒で調味料がないので多分美味しくできないんじゃないかなと思います。で干すのは海水にねちょっと浸して干せば、ワンチャンですね美味しく食えるかなっていう期待はあるので、それをねちょっと試してみたいと思います。でこのねシタビラメってめちゃくちゃ身離れがいいんですよね。炊いた時でも焼いた時でも身離れがねいい魚っていうのは知ってました。正直ねこの包丁あんまり研げてないんですけれども、こういった包丁でもね割と3枚おろし5枚おろしっていうんでしょうかができます。はい、こんな感じで
はい、ということで次は生きたエソ。生きたエソね、あんまり皆さん見ることないかもしれないんですけれども、まあ、釣り人はあるか。頭落とします。で、鱗落として、さっきまで生きてたんで、たまに身を触ってるとビクンとなってね、結構さばきづらいです。はい、そしたらね、エソは開きにしておきましょうか。できるかな。で、このね、背骨を取っておきます。はい、こんな感じでちょっと失敗しながらですけれども、その開きは完成しました。で、これも塩につけておきます。で、このタコまだ生きてるんですけれども、刺身で食べれますかね。踊り食いいっちゃいますか。踊り食いもうね、腹減ってるんで何でもいけます。いってきます。ふっつく。うまくはない。腹ペコの状態でしたけど、なんかぬめりというか臭さがありますね。まださっきのね、舌ビラメのお刺身の方が、3倍ぐらいうまいですね。食べんかったらよかったぐらいのレベルです。美味しくない。で、皆さん、こいつエイリアン行ってみていいですか。頭は食べたくない。尻尾の方でいいですかでは、暴れ狂ってますけどエイリアンいただきます。気持ち悪い。これは食わんでいいな。